今回ですね、ハケを使います。雪解けが始まった上高地の大正池、取り組んでみたいと思いますので、よろしくお願いします。ハケはできるだけ肩ぼかしに重木しましょう。ランダムにするためにハケを割りました。こういう感じですね。大正池の対岸ですね。対岸の林を描きます。湖面を描きます。肩ぼかしの彫刻ですね。ハケは穂先を下の方に少し曲げて描くとスムースにいくと思います。雪が溶けて薄く水が張っている状態を描いていきます。徐々に手前に来るに従って薄くなるような表現が適当かなと思います。梓川から流れ込んでいる表現ですね。川の表現です。最後、霧を吹いて円形を描きます。
雪のところの少し陰影を付け加えましょう。はい。完成です。今回はハケを使って描いてみました。ハケを使いますと大胆な表現、そして濃淡がよく出ます。ある意味省略的表現にもなると思いますので、試してみてください。まず、大正池の対岸の林を描いてみました。ハケを割って描きましたですね。少し樹木の形が少し表現できるかなというところです。それで梢の方はハケを横にかするようにして梢の方を表現してみました。底辺が少し不規則に割れていると思いますが、この辺が表現のポイントかなと思います。円形の林はもっと省略的な表現で、ハケを縦に履きましてシルエット的な表現にしました。水分を切ったハケで雪のところに出ている草みたいなもの、枯れ草みたいなもの、そういったものを少しあしらっておきました。そして池の水ですね。対岸のところから徐々に明るくなるように濃淡の計画をしました。できるだけストロークを大きくして濃淡のある湖面の水の動き等も描いたつもりです。こちらの面は雪が徐々に溶けてきた表現ということで、少し不規則な入り組みを描いてみました。それから、あずさ川から流れ込む表現ですね。この辺が絵の奥行き感を表現する大事なところです。細かな表現になりますが、神経を使ってハケの一端で描いてみました。そこで今度は一旦霧を吹いてですね、円形の山の表情を描きました。半分まだ霧がある想定で描きましたので、少し霞んだ表現にしたつもりです。ハケだけで描くというのはハードルが高いかもしれませんけれど、皆さんも挑戦してみてください。